お世話になっております。マサルです。今回は SOA について勉強していきましょう。早速問題に挑戦してください。オリジナル問題です。SOA はセキュリティ運用における対応フローを定義した手順書である〇〇を作成することにより、アラートの受領から調査、封じ込めなどのオペレーションまでの一連の対応を自動化するソリューションです。それでは空欄に当てはまる言葉は何でしょうか。考えてみてください。正解はこちらです。プレイブックです。皆さんは正解できましたか？この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。それでは解説していきます。まず、なぜ SOA という技術が必要とされているのか、その背景からお話ししていきたいと思います。現在、企業のセキュリティ担当者は厳しい状況に置かれていると言われています。厳しい状況を作っている理由の一つは、サイバー攻撃の増加です。攻撃が増えれば、当然対処すべきアラート、警報の数も激増していきます。そしてもう一つの理由は、セキュリティ人材の不足です。アラートは増える一方なのに、それに対応する人の数が足りていません。その結果、現場では何が起きるのかというと、担当者は日々のアラートの対応とログの調査といった定期的な単純作業に忙殺されてしまいます。本来やるべき高度な分析や攻撃の予兆を探す脅威ハンティングに時間を割くことができていないという現状があります。この作業方と人手不足を解決するために登場したのが今回勉強する SOA です。では SOA とは何なのか見ていきましょう。 SOA とはセキュリティオペレーションオートメーション&レスポンスの略です。それぞれを日本語にすると、セキュリティの統合、自動化、対応と訳されます。簡単に言うと、いろいろなセキュリティ製品を連携させて、統合して対応手順を自動化し、インシデント対応を効率化していこうという技術が SOA です。SOA を使うことによって、機械でできることは機械に任せて、人は人にしかできない判断に集中しましょうということになっているんですね。なお、IPA が公開しているセキュリティ業務の自動化推進レポートの中で、SOA とはセキュリティ運用業務の効率化や自動化を実現するための技術、またはソリューションと説明されています。では、具体的に SOA は何ができるのか見ていきましょう。SOA の最大の特徴は、プレイブックと呼ばれる仕組みです。プレイブックとはデジタル化、フローチャート化された手順書のことです。例えば、怪しい通信のアラートが検知された場合の SOA の一例を見ていきましょう。まず、チケットを起表します。怪しいアラートが発生したら、自動的に管理システムにインシデントを登録し、担当者を割り当てます。次は、調査の自動化。不審な IP アドレスやファイルのハッシュ値を外部の脅威情報データベース、例えばウイルストータルなどに自動で問い合わせをして危険かどうかを調査します。次は関係者への通知。調査結果をチャットツールなどを使って自動的に担当チームに通知します。そして封じ込め。明らかに危険な場合はファイアウォールと連携して通信を自動で遮断することもできます。SOA は異なるツール同士を API でつなぎ、一連の流れを自動化することによって通常担当者が手動で行うような作業を自動化することができます。とってもすごいですよね。では、ここで SOA を導入するメリットとデメリットを確認しておきましょう。最大のメリットは対応時間の劇的な短縮です。IPA で公開されている SOA を活用したセキュリティ運用の効率化という資料の中では、約9割も対応時間が削減できたという結果が紹介されています。約9割も時間を削減できたというのは本当にすごいですよね。また、手順がプレイブックとして定義されているため、
対応の標準化をすることができ、担当者のスキルによるばらつき、いわゆる属人化を防げるという点も大きなメリットです。一方、SOA による自動化のデメリットもあります。例えば、正規の通信を誤って攻撃と判断して自動で遮断してしまうと、会社の業務が止まってしまう可能性があります。そのため、重要な判断、遮断などの前には必ず人の確認を挟む設計にすることが推奨されています。また、導入のハードルとして、自社の業務フローを整理してプレイブックを作成、メンテナンスするのに、ある程度の専門知識や工数が必要になる点はデメリットだと言えます。では、ここまでの情報をもとに、試験対策として SOA に関して覚えておくべきポイントをまとめていきましょう。まずは SOA と SIEM の違いです。SIEM はログを集めて分析し、インシデントを検知するのが主な役割です。一方、SOA は検知されたアラートを受け取って、その後トリアージ、優先順位付けをして対応を自動化するのが主な役割です。検知の SIEM、対応の SOA と覚えるといいかもしれません。そして SOA の中ではプレイブックという言葉がよく出てきます。手順を自動化するシナリオがプレイブックでしたね。そして SOA の3要素 O、A、R の意味を覚えておきましょう。O はオーケストレーション、統合です。異なるセキュリティ製品を API などで連携させます。オートメーションは手作業で行っていた調査や対応を自動化することができます。レスポンスはインシデントへの対処を実行することを意味します。これらの特徴を理解しておけば、SOA に関する問題にも答えやすくなると思います。ということで、ここで過去問に挑戦してみてください。令和6年度秋問い11、SOA の説明はどれか。あ、脅威インテリジェンスの活用、セキュリティ運用の自動化及びインシデント対応の効率化を行う技術。い、すべての利用者、デバイス、接続元を信頼できないものとして捉え、重要な情報資産やシステムに対するアクセスの正当性や安全性の検証を自動化することによって脅威を防ぐ考え方。う、組織間でサイバー攻撃に関する情報を効率的に交換するために、脅威情報構造化記述形式で記述された情報の交換を自動化するためのプロトコル仕様。ファイアウォール、マルウェア対策製品、侵入検知製品など、複数のセキュリティ製品のログの集約及び相関分析を自動化するための専用装置。どれが SOA の説明でしょうか。正解はこちら。あの選択肢ですね。脅威インテリジェンスの活用、セキュリティ運用の自動化及びインシデント対応の効率化を行う技術が SOA です。簡単に説明します。脅威インテリジェンスの活用というのは、例えば外部の情報を賢く使うということですね。そしてセキュリティ運用の自動化がオートメーション、インシデント対応の効率化はレスポンスを意味するので、まさに SOA を説明していますよね。他の選択肢も試験によく出てくる重要単語なので整理しておきましょう。選択肢の E、こちらは全ての接続を信頼しないとあるので、ゼロトラストの説明ですね。選択肢の U は組織間で攻撃情報を交換するとありますので、これはスティックスやタクシーといった情報共有のためのプロトコルです。そして選択肢のログを集約して相関分析するとあります。これは SIEM のことですよね。相関分析をして検知を行います。繰り返しになりますが、SOA はプレイブックや自動化、対応という言葉がキーワードになります。ログ分析という言葉につられて絵を選ばないように注意してくださいね。検知の SIEM、対応の SOA です。ここでお知らせです。マサルの勉強部屋ではオンラインコミュニティを運営しています。勉強を一人で続けるのが孤独だったり大変だなと思う方は、オンラインコミュニティにぜひ参加してみてください。皆さんのご参加お待ちしています。では、ここでおまけトークです。今回はおまけトークとして、マイクロソフトセンチネルについてお話しします。マイクロソフトセンチネルは、ログを集めて分析する SIEM と対応を自動化する SOA の両方の機能を備えた超強力なオールインワンプラットフォーム
と言われています。SOA の肝心な部分、プレイブックについて見てみると、センチネルの場合はロジックアップスという仕組みを使ってプレイブックを作るそうです。実際にプレイブックを設定する画面が日本マイクロソフト株式会社の公式チャンネルで紹介されているので引用しています。このようにプログラミングができなくてもアイコンをドラッグ&ドロップするだけで自動化のフローが作れちゃうみたいです。すごく利便性が高そうですよね。ということでマイクロソフトセンチネルについて簡単にお話ししました。SOA という言葉だけでは理解しにくい部分も実際どのように利用されているのかを調べていくと理解度がぐっと高まりますよね。それでは今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。